皆さん、こんにちは。ミサです。今日は神奈川県横浜市にある総持寺に来ています。皆さんは総持寺を知っていますか？日本にはたくさんのお寺があります。京都や奈良のお寺は有名ですね。でも今日は少し違うお寺を紹介したいと思います。ここは鶴見にある総持寺です。とても大きなお寺です。静かで落ち着いた場所です。私はこのお寺が好きです。今日は皆さんと一緒に散歩しながら総持寺について話したいと思います。日本のお寺や禅についても簡単に紹介します。それでは一緒に歩いていきましょう。まず私は鶴見駅から歩いてきました。駅から総持寺までは歩いて10分くらいです。道も分かりやすいので、初めて来る人でも安心です。歩いていると大きな木が見えてきます。そして大きな門があります。その門を見るとお寺に来たなと感じます。総持寺はとても広いお寺です。たくさんの建物があります。初めて来た時、私はとても驚きました。こんなに大きいお寺が横浜にあるんだと思いました。今日はゆっくり歩きながらこのお寺の魅力を紹介していきます。それでは総持寺の歴史について少し話したいと思います。皆さんは総持寺がいつできたか知っていますか？総持寺はとても歴史のあるお寺です。今から700年以上前にできました。とても古いお寺ですね。最初は今の神奈川県ではありませんでした。石川県という場所にありました。その後、大きな火事がありました。そしてお寺は神奈川県の鶴見に移りました。今ではたくさんの人がお参りに来ます。観光で来る人もいます。地元の人もよく来ます。私は初めて総持寺に来たとき、とても広くて驚きました。こんなに大きなお寺があるんだと思いました。とても静かで落ち着いた場所です。歩いているだけで気持ちが落ち着きます。総持寺は曹洞宗という仏教のお寺です。皆さんは曹洞宗という言葉を聞いたことがありますか？曹洞宗は日本でとても大きな仏教の宗教の一つです。座禅をとても大切にしています。座禅とは静かに座って自分の心を落ち着かせることです。何も考えずにゆっくり呼吸をします。
私もいつか座禅を体験してみたいと思っています。総持寺では修行をしているお坊さんもいます。毎日お経を読んだり、掃除をしたり、修行をしています。朝はとても早く起きるそうです。毎日規則正しい生活をしています。とても大変そうですが、日本の大切な文化ですね。それでは前を見てください。大きな門があります。この門は三正館と言います。総持寺の入り口にあるとても立派な門です。初めて見る人はきっと驚くと思います。私も初めて見たとき、すごく大きいと思いました。木でできていて、とてもきれいです。昔から大切に使われています。門を見ると日本らしい雰囲気を感じます。門をくぐると空気が少し変わる気がします。街の中は少し賑やかでした。でも、この門を入るととても静かになります。鳥の声が聞こえます。風の音も聞こえます。とても気持ちがいいです。私はこの静かな雰囲気が好きです。日本のお寺へ行くと心が落ち着きます。旅行で疲れた時にもお寺を歩くとリラックスできます。皆さんも日本へ来たら有名なお寺だけではなく、このような静かなお寺にも行ってみてください。ゆっくり歩くだけでも楽しいです。写真を撮るのもいいですね。季節によって景色も変わります。春には桜が咲きます。夏は緑がとても綺麗です。秋には紅葉を見ることができます。冬は空気が澄んでいてとても静かです。どの季節に来ても違う景色を楽しめます。私は春と秋が特に好きです。春は桜がとても綺麗です。秋は赤や黄色の葉っぱを見ることができます。歩いているだけで季節を感じることができます。総持寺の境内はとても広いです。初めて来る人も少し迷ってしまうかもしれません。でもゆっくり歩くととても楽しいです。私はお寺を歩く時間が好きです。静かなのでとてもリラックスできます。周りを見てください。大きな木がたくさんあります。昔からここで育っている木もあります。とても高い木ですね。空を見上げると葉っぱが風で揺れています。風の音を聞くと心が落ち着きます。鳥の声も聞こえます。街の中ではあまり聞くことができない音ですね。だから私はお寺へ来るととても気持ちが落ち着きます。総持寺にはたくさんの建物があります。一つ一つの建物にはそれぞれ役割があります。建物はどれも大きくて立派です。木で作られている建物が多いです。近くで見るととても細かい作りになっています。
日本の昔の大工さんの技術は本当にすごいですね。私は建物を見るのも好きです。屋根の形もとても綺麗です。少し上を見てください。屋根が大きくて美しいですね。日本のお寺らしい形をしています。建物の前には広い庭があります。庭もとても綺麗です。石が置いてあります。木や花も植えられています。季節によって見える景色が変わります。春は桜が咲きます。夏は緑がとても綺麗です。秋は紅葉を見ることができます。冬は静かな雰囲気になります。秋は秋の景色が好きです。赤や黄色の葉っぱがとても綺麗だからです。皆さんはどの季節が好きですか？掃除時にはお線香をあげる場所もあります。お参りに来た人がお線香をあげています。静かに手を合わせてお祈りをしています。日本ではお寺へ行った時に手を合わせる人が多いです。家族の健康をお願いする人もいます。旅行の安全をお願いする人もいます。皆さんも日本へ来たらお寺で静かにお参りをしてみてください。日本の文化を感じることができます。歩いているととても広い場所があります。ここでは行事が行われることもあります。お正月にはたくさんの人がお寺へ来ます。新しい一年がいい年になるようにお参りをします。その時はとても賑やかになります。でも普段はとても静かです。だから私は普段来るのが好きです。人が少ないのでゆっくり歩くことができます。写真を撮るのも楽しいです。私は旅行へ行くと建物や景色の写真もよく撮ります。後で写真を見るとその時の思い出を思い出します。皆さんも旅行へ行くと写真を撮りますか？私は自然の写真を撮るのも好きです。掃除時には季節の花も咲いています。春には桜だけではなく、いろいろな花を見ることができます。花を見ると明るい気持ちになります。日本には四季があります。だから一年中違う景色を楽しむことができます。それも日本の魅力の一つですね。掃除地を歩いていると、時間がゆっくり流れているように感じます。急いで歩く必要はありません。ゆっくり歩いて、景色を見て、深呼吸をするととても気持ちがいいです。毎日忙しい人も、お寺へ来ると少しリラックスできるかと思います。私はそんな時間がとても好きです。それでは次は、禅と座禅について話したいと思います。総持寺は禅のお寺としてとても有名です。日本の禅文化について一緒に見ていきましょう。皆さんは禅という言葉を聞いたことがありますか？
海外でも禅という言葉は少し有名ですね。でも禅がどんなものか知らない人も多いと思います。禅とは自分の心を落ち着かせるための考え方です。静かな時間を大切にしています。そして今この時間に集中します。総持寺は禅を大切にしているお寺です。ここでは毎日お坊さんたちが修行をしています。修行とは一生懸命勉強したり練習したりすることです。お坊さんは毎日早起きをします。朝はまだ暗いうちに起きるそうです。朝早く起きてお経を読みます。お経とはお寺で読む大切な言葉です。静かなお堂の中でお坊さんたちがお経を読む声はとてもきれいです。私も一度聞いたことがあります。とても静かで不思議な気持ちになりました。その後は掃除をします。皆さんお寺はいつもとてもきれいですよね。それは毎日お坊さんたちが掃除をしているからです。廊下も庭もとてもきれいです。日本では掃除も修行の一つだと考えられています。ただ部屋をきれいにするだけではありません。掃除をしながら自分の心もきれいにするという考え方があります。私はこの考え方が好きです。家を掃除すると気持ちもすっきりしますよね。皆さんもそんな経験はありますか？お坊さんは掃除だけではありません。食事も修行の一つです。食事の前には感謝の気持ちを持ちます。食べ物を大切にします。ゆっくり食べます。食べ物を残さないようにします。とてもいい習慣ですね。私も食べ物を大切にしたいと思います。そしてお坊さんは座禅もします。座禅とは静かに座ることです。足を組んで座ります。背中をまっすぐにします。そしてゆっくり呼吸をします。何も考えないようにします。でも何も考えないことは意外と難しいです。少しするといろいろなことを考えてしまいます。今日の予定や仕事のことを考えてしまうかもしれません。だから座禅は簡単ではありません。でも続けると少しずつ心が落ち着いてきます。最近は外国の人も座禅に興味があります。日本へ旅行に来て座禅を体験する人もいます。私もいつかゆっくり座禅をしてみたいです。スマートフォンを見ない時間を作るのも大切ですね。毎日スマートフォンを見ていると少し疲れてしまいます。たまには静かな場所で何もしない時間も必要だと思います。掃除時にはそのような静かな時間があります。歩いているだけでも心が落ち着きます。鳥の声が聞こえます。
風の音も聞こえます。木の葉が揺れています。自然の音だけを聞いているととても気持ちがいいです。私は忙しい毎日の中で、このような時間はとても大切だと思います。皆さんはストレスが溜まった時、何をしますか？私は自然の中を散歩します。海へ行くこともあります。山へ行くこともあります。そしてお寺へ行くこともあります。静かな場所にいると気持ちが落ち着きます。掃除時はそんな場所です。ここへ来ると時間がゆっくり流れているように感じます。急ぐ必要はありません。ゆっくり歩いて深呼吸をするだけでも気持ちが変わります。日本にはこのようなお寺がたくさんあります。有名なお寺もあります。それぞれ雰囲気が違います。旅行をするときはお寺を一つ訪れてみるのもおすすめです。建物を見るだけではなく、その場所の静かな空気も楽しんでください。きっと素敵な思い出になると思います。それでは最後に、私が掃除時で好きな景色や季節ごとの魅力について話したいと思います。私は日本の四季が大好きです。日本には春、夏、秋、冬があります。季節によって景色が大きく変わります。同じ場所でも来る季節によって違う景色を見ることができます。それが日本の魅力の一つだと思います。春になると桜が咲きます。掃除時にも綺麗な桜があります。桜を見ると春が来たなと感じます。私は春がとても好きです。暖かくなって外を歩くのが気持ちいいです。春は新しい生活が始まる季節でもあります。学校が始まったり、新しい仕事が始まったりします。少し緊張しますが、ワクワクする季節ですね。夏になると、木の葉がとても綺麗な緑色になります。空も青くなります。セミの声も聞こえます。とても暑いですが、夏らしい景色を見ることができます。木の下を歩くと少し涼しく感じます。私は夏に木陰で休む時間が好きです。秋になると、もみじが始まります。赤や黄色の葉っぱがとても綺麗です。掃除時の紅葉はとても美しいです。秋は暑すぎず寒すぎません。散歩をするのにちょうどいい季節です。私は秋にカメラを持って散歩するのが好きです。綺麗な景色を見るとたくさん写真を撮りたくなります。冬になると空気がとても沈んでいます。朝は少し寒いですが、その静かな雰囲気が好きです。人も少なく、とても落ち着いています。ゆっくり歩きながら考え事をする時間も好きです。私は旅行へ行くとき、有名な観光地だけではなく、このような静かな場所へ行くことも好きです。たくさんの人がいる場所も楽しいですが、
静かな場所ではゆっくり過ごすことができます。掃除時へ来ると、時間がゆっくり流れているように感じます。仕事や勉強で忙しい毎日でも、このような場所へ来ると心が落ち着きます。スマートフォンを見ない時間を作るのもいいですね。自然を見たり、風の音を聞いたりするだけでも気持ちが変わります。私は日本のお寺には特別な雰囲気があると思います。建物も美しいです。庭もきれいです。木や花もたくさんあります。そしてとても静かです。だから私はお寺が好きです。総持寺は観光客がとても多いお寺ではありません。だからこそゆっくり歩くことができます。落ち着いた時間を過ごしたい人にはとてもおすすめのお寺です。もし皆さんが横浜へ来ることがあったら、ぜひ総持寺にも来てみてください。きっと素敵な時間を過ごせると思います。横浜には中華街やみなとみらいなど有名な観光地があります。もちろんそれらの場所もとても楽しいです。でも少し足を伸ばして総持寺へ来ると日本の違った一面を見ることができます。日本の文化や歴史、そして禅の雰囲気を感じることができます。私はこれからも日本のお寺をたくさん訪れたいと思っています。まだ行ったことがないお寺もたくさんあります。京都や奈良のお寺も好きですが、このような静かなお寺も大好きです。皆さんはお寺に行ったことがありますか？日本のお寺で一番行ってみたい場所はどこですか？ぜひコメント欄で教えてください。今日は鶴見にある総持寺を皆さんに紹介しました。一緒に散歩をしている気分になってもらえたらとても嬉しいです。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。これからも日本の景色や文化、旅行について優しい日本語で紹介していきます。日本語を勉強している皆さんが楽しく勉強できる動画をたくさん作っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。